人が宇宙にスペースコロニーという名の島を浮かべ200年の時が流れた。その中でいくつかの戦争が起こった。それは青き水の星を守るための戦いだった。星々の瞬きの中で人は憎しみ傷つき倒れ、だが愛することも忘れなかった。多くの血が流れ、多くの悲しみが生まれた。死んでいった者たちの魂が宇宙の獅子間をさまよい、光となって銀河に溶け込んでいく。広大無辺な宇宙はすべての人の思いを飲み込み、悠久の時を刻み続ける。水の星が輝きを失い、人々の祈りが嘆きの吐息に変わるとき、一つの魂が時を超えた。それは人が目覚める先駆けであったかもしれない。悲しみで綴られたヒストリー。あなたはまた一人旅立つのでしょう。果てしない荒野へと今ひび割れた風の大地にスペースマハは地球逆移民計画をスタートさせ、ダーゴル大佐自ら戦艦マハゲイジスに乗り地球を目指した。この知らせを受けたアフラン氏はマハの野望をくじくためマザーメタトロンの出撃を決定する。メタトロンのマンマシーン部隊は大気圏突入寸前のマハ艦隊に攻撃を仕掛けた。ガイアギアに乗ったアフラン氏は戦いの先陣を切るが、その前に立ちふさがったのはウルウリアンだった。ウルのプレッシャーを感じて動揺したアフラン氏はマハゲイジスの大気圏突入を許してしまう。アフラン氏はマハゲイジスを追って大気圏に突入しヨーロッパに降り立つが、くしくもアフラン氏の恋人エバリーもその時ヨーロッパにいた。どうしちまったのさ。わからねえ、どっか直撃されたみたいだ。なんでこんな森の中に降りたのさ。これじゃ狙い撃ちされちまう。敵のママシン私たちの真上にいるんだよ。うるせえな、耳元でギャンギャン言うんじゃねえよ。
バーニャが行かれちまったんだから仕方ねえだろ。グダグダ言うなら操縦代わりな。私がやる。うるせえ。これは俺のまんま死んだ。あのまんまシーン、動きが変だ。故障したのか。セイバー少尉、とどめを刺しますか。いや、生け捕りにしよう。メタトロンのマンマシンがどの程度の性能か調べるいいチャンスだ。着陸して捕獲するぞ。了解。セイバー少尉、北北東よりマンマシン急速接近。何？識別信号はマハのものじゃない。メタトロンか。拡散ビーム砲を当てた。あかんな、これだけ離れているのに。フロンテクスター部隊参回しろ。あのマンマシン、ガイアギアか。ドハディは森の中だ。ジョー、ドハディを救出しろ。僕とケランが敵を引きつける。了解。ケラン、無茶するなよ。しばらく時間を稼ぐだけでいい。ああ、ご冗談でしょう。こういう時に少しでも敵の数を減らしておかなくちゃ。あのブロンテクスター、ウルーリアンじゃないな。ウルのプレッシャーは感じない。ドハディ、乗っているのは誰だ。俺だ、メッサーだ。レイも一緒にいる。ドハディは動けるのか。わからねえ。バーニアが行かれちまったみたいだ。じゃあ一緒に飛ぶぞ。捕まれ。あ、行くぞ。アフランシー、ドハディが脱出したぞ。よし、引き上げよう。逃げたか。ガイアギア、見事な引き際だ。セイバー少尉、追跡しないのですか。顔意するな。地球に慣れていない分だけこちらが不利だ。了解。ガイアギア、パイロットは例のニュータイプか。久しぶりだな、エバリー。まさかこんなところで君と会えるとは。ウルーリエバリー、この男と知り合いなのか。うん仲のいいお友達というわけではありませんよ、ミスター・ブルーム。アフランシシャーと何か因縁があるというわけか。ま、そんなところです。しかし驚いたな。メタトロンに恋人が参加しているというので一緒に旅をしてきたが、まさか恋人というのがアフランシシャーだったとは。ごめんなさいジャック、隠すつもりはなかったんだけど。エバリー、君が謝る必要はない。この老人も自分の正体を君に隠していた。メタトロンの活動家ジャック・ブルーム。敵味方を問わずその名前を知らない者はいない。今や伝説上の人物だ。ジャック、やっぱりあなたってそういう人だったのね。二人とも覚悟しておいた方がいい。スパイは銃殺刑になるのが決まりだ。スパイだと。私は引退したんだ。メタトロンとは関係ない。そういう言い訳が通るほどマハは甘くはありませんよ。まあ私はともかくエバリーは運動には無関係だ。すぐに釈放したまえ。アフランシシャーの恋人というだけでマハに逮捕される理由になります。エバリーを人質にする気か。さあ、それはダーゴル大佐の考え一つです。アフランシはどうしたの。
地球に降りたの？俺たちを追ってヨーロッパ地区に降りた。無事なのね。今のところは。だがいつまで生き延びられるかな。そんな。アフランシの最後は俺がきちんと見届けてやる。安心しろ。すまないな、エバリー。君を巻き込んでしまった。ねえジャック、きっと私アフランシの邪魔になるのね。おとなしく島に帰ればよかった。エバリー、ごめんねアフランシ。大佐ナジス大尉です。入れ。どうした？はい、レイラ・セイバー少尉の偵察部隊がメタトロンのマンマシンを発見しました。マルセイユの北北西150キロの地点です。撃破したのか？いいえ、攻撃中にメタトロンの援軍があり逃したということです。援軍？アフランシ・シャアだな。メタトロン本体が南フランスに降りたのは確実です。こちらの思惑通りに展開しているようだ。ヌーボパリの連邦政府はメタトロンの動きに気を取られている。その分我々は行動しやすくなる。大佐は最初からそのおつもりでメタトロンを地球に呼び込んだのですか？そうだ。今の我々には地球に降りたメタトロンを叩くという大義名分がある。マハがどのように動こうと連邦政府は何の疑惑も抱かない。ダーゴル大佐、マハゲージスの地球降下は時期が早いのではないかと思っていました。そのようなお考えがあるとは。問題はアフランシ・シャアの動きだ。多くの戦力をメタトロンに注ぐわけにはいかない。ウルはまだ野営地にいるな。ここに呼べ。はい。ウリアン少尉、参りました。大気圏突入の際はご苦労だった。お前の活躍は聞いている。いえ、任務であります。ヘラスで受けた傷はまだ癒えていないと聞くが、驚異的な回復力だな。普通の人間ならまだベッドの上だ。マハは今が最も大事な時です。のんきにベッドで寝ている暇などありません。そうか。先ほど偵察部隊から連絡があり、メタトロンの居場所を確認した。ほう。ナジス隊、報告書をウルに。はい。地球に降りたメタトロンは我々の計画の前に立ちふさがる脅威となる。排除しなければならない。その役目をウル、お前に与えよう。メタトロン討伐部隊の責任者に任命する。やってくれるな。はい。大気圏突入の際、ガイアギアと戦い、確かな感触を得ました。今度こそアフランシ・シャアを倒します。期待している。はっ。では早速部隊の編成に取り掛かります。大佐、よろしいのですか？ウリアン少尉に悪い噂があります。知っている。これまでのいきさつを考慮しても、ウルがあのような状態になってしまったのはウル自身に精神的な脆さがあったからだ。そこまで分かっていながらウルに討伐部隊を任せるのですか？危険だというのか？はい。今のウルはアフランシ・シャアしか目に入っていない。ならばそれにふさわしい使い方をする。それだけだ。大佐、所詮この程度の男だったと思いたくはないが、もう私から救いの手を差し伸べるようなことはない。あとはウル自身の問題だ。おいミッシェル、そこのマンマシン作業の邪魔だ。どかせろ。船長、こいつは故障してるんです。だったらさっさと直せ。そんなこと言ったって整備が足りません。文句ばかり言ってないで手を動かせ。やってますよ。マドラス船長、アフランシから連絡ありました。メッサーとレイを救出してこっちに向かってます。そうか。船長、ガイアギアです。戻ってきたか。
アフランシー。マドラス船長。ご苦労だった。メッサーとレイはこの通りピンピンしてるぜ。メッサー、よかったわ。私心配しちゃった。ありがとうよ。船長、疲れてんだ。休ませてもらっていいかな。おう、空いてるテントを使ってくれ。じゃあ一眠りさせてもらう。メッサー、どうしたの？待ってよ、メッサー。船長、すまないね。ドハディを捨ててきちまった。故障しちまって修理する暇がなかったんだ。気にするな。お前たちが無事ならそれでいい。レイ、お前も休んでおけ。私はいいよ。気が高ぶって眠れそうもない。マンマシンの整備でもするよ。大丈夫か？無理するな。マドラス船長、撤収作業の状況は？まあなんとかな。夜明け前には出発できる。さっき地上部隊と連絡が取れてな。あと2時間ほどでこちらと合流するそうだ。そうか、よかった。いいタイミングだ。まあそういうことだな。後でエアホースに来てくれ。今後のことをいろいろ打ち合わせよう。あ、すぐ行く。アフランシー、面倒かけちまったね。無事でよかったよ。君たちは貴重な戦力だからな。そういう言い方、人を物扱いしてると思わない？ああ、すまない。だけど僕は君たちが戻ってきて本当に喜んでいる。それは分かってくれ。私たちが逃げ出すって思ってたんじゃないの？まさか。君たちを信じてたよ。人を信じるっていうのはそれなりの覚悟がいるんだよ。あんたにその覚悟があるのかい？なければメタトロンのリーダーをやっていけない。僕たちには軍隊のような規律はない。人と人のつながりが最大の武器だと思ってる。うんうん。アマちゃんだね、アフランシー。でもそういうの純粋って言うんだろうね。メッサー、さっきの態度は何？アフランシたちは危険を承知で助けに行ったのよ。一言ぐらいお礼が言えないの？うるせえな。寝られやしねえ。メッサー。クリシュナ、お前アフランシに惚れてんのか？アフランシはどうなんだ？お前の気持ちは分かってんのか？何言ってるの？アフランシはメタトロンのリーダーなのよ。だから尊敬してる。私アフランシの役に立ちたいと思ってる。そういうのを惚れてるって言うんじゃねえのか？どうしたのよメッサー。いきなり何言うの？アフランシを尊敬してるか？奴は偉いからな。何するのメッサー、やめて！いいじゃねえか。俺たち幼馴染だぜ。仲良くしようや。冗談はやめてよメッサー。本気さ。俺はこんな人間なんだ。今頃分かったのかよ。やめて！クリシュナ、メッサー、貴様！メッサー、貴様、骨の髄までチンピラだな。やめてジョー。メッサーはまんま死んで戦って気が高ぶってるのよ。私大丈夫だからお優しいことで。メッサー、メタトロンに不満があるなら出てってもいいんだぞ。お前のドハディはレイに使ってもらう。行こう、クリシュナ。骨の髄までチンピラね。メッサー。なんだレイ、見てたのか？ごめんよ。あんたに言い過ぎた。何が？肩で風切って歩いてるあんたが好きだった。卑屈なのはメッサーらしくない。メタトロンでゴロ巻く気でやりなよ。勝手なこと抜かすなよ。口の中が切れてるぜ。ジョーのやついいパンチ持ってやがるな。メタトロン抜けないでよね。今抜けたらみんながメッサーの悪口言うだろう。そういうのやだ。まんまシンに乗って戦争やって死んじまえってのか？そうじゃないよ、生き抜くってことさ。メタトロンでパイロットやって暮らしていけば私たち少しは変わっていくんじゃないの？ごちゃごちゃ言うな。俺は寝るぜ。メッサー、また後で来るよ。勝手にしな。なんだって言うんだメッサーのやつ。クリシュナの幼馴染じゃなかったらメタトロンから叩き出してるところだ。
奴を見損なってたよ。ジョー、一人にしてくれない？お願い、一人にして。ああ、分かったよ。大丈夫だな、クリシュナ。ええ、ありがとうジョー。元気出せよ、クリシュナ。メッサー、どうしてよ。なぜなの？整備の手伝いをやってくれてるのか、レイ。アフランシ貴重なマンマシーンを置いてきちまったからね。せめて残ったドハディぐらい面倒見てやらないとさ。そうか。でも少し体を休めといた方がいい。無理するな。優しいんだね、あんたは。あ、さっきジョーが騒いでたが、メッサーどうかしたのか？さあね。ああ、フランシー、私が使えるマンマシーンあるかな？余っている機体はないが、何とか考えてみる。地上部隊が合流すればマンマシンも補充できるはずだ。せっかく操縦を覚えて地球まで降りてきたんだ。もうちょっと乗っていたいからね。レイは勇敢だな。なんだあれは。アフランシー、地上部隊だ。メタトロンの地上部隊が到着したと。来たか。アフランシシャー閣下、お目にかかれて光栄です。ユーロメタトロンのクロスハンゼン部隊であります。ご苦労でした。援軍感謝します。いえ、閣下と共に戦えること、この上ない名誉であります。あのマンマシン初めて見るタイプだ。あれはガイアスだ。ガイアス？ガイアギアをモデルにして作った量産タイプのマンマシンだ。小回りが効いて扱いやすいマシンだぞ。我が部隊には8機のガイアスがあります。ご自由にお使いください。ありがとう。これでこちらの戦力もだいぶ回復する。アフランシー。ミランダ。アフランシー、お帰りなさい。ミランダ、あんたヨーロッパに来てたのか？ええ、いろいろあってね。結局香港にはいられなくなったわ。そうか。ミランダ、エバリーは？そのことで伝えたいことがあったの。ごめんなさい。エバリーは香港で行方不明になったわ。え？そうか。香港マハの動きは思ったより早かったんだな。ええ、香港のメタトロン組織は壊滅状態よ。エバリーを探す余裕などなかったわ。しかしエバリーのことアフランシには黙っておくべきだったんじゃないのか？話そうかどうかここに来るまで随分迷ったわ。でもやっぱり話すべきだと思った。なぜだ？アフランシに自分の立場をきちんと認識してほしいから。アフランシはメタトロンの象徴なのよ。たとえエバリーが死んだとしてもそれは個人レベルのこと。悲しんだり涙を流したりするところを部下の前で見せるべきではないわ。俺は泣いたり笑ったりする人間的なアフランシが好きなんだがね。個人的な感情を持つなと言っているわけじゃないわ。そういった感情を抑えることを学んでほしいの。だからエバリーのことも話したわ。ミランダ、あんた厳しい人だな。厳しくしなければアフランシはダメになるわ。アフランシは人に優しすぎるのよ。エバリーが香港で行方不明になるなんて。
エバリー、君は今どこにいるんだ？エバリー、君を香港に置き去りにしたのは間違いだったんだろうか？アフランシ、クリシュナ。聞きました、エバリーのこと。そうか。大丈夫ですよ。エバリーはきっと島に戻ってます。そうだといいんだが、エバリーは島を出たことがなかった。外の世界で一人で生きていけるはずがない。ニュータイプは遠くにいても相手のことがわかる、そうマドラス船長は言ってた。だけど僕は今エバリーがどこにいて何を考えているのか何もわからない。アフランシ、ニュータイプってそんなに便利にできてないんですよ、きっと。僕はこんなことを考えてちゃいけないんだ。地上部隊と合流したが状況は良くない。マハの動きも読めない。やらなければならないことが山ほどある。だけどエバリーのことが頭にこびりついて離れないんだ。それがアフランシの優しさです。私そんなアフランシが好きです。ありがとう、クリシュナ。それだけですか？え？私がアフランシのこと好きだって言ったのに、アフランシありがとうってただ一言で済ませるんですか？クリシュナ。おはようとかおやすみなさいとか同じような気軽な感じでありがとうって言うんですね。クリシュナ、何が君を怒らせたのかわからないが謝るよ。いいんです、謝らないでください。悪いのは私なんですから。どうしたんだ？何かあったのか？アフランシ。クリシュナ、このまま抱きしめてください。このまま。ずっと憧れていました。アフランシは私にとって神様みたいな存在だったんです。でも一緒に行動するようになって、アフランシが悩んだり苦しんだりするのを見て、この人も普通の人間と変わらないんだって思うようになって、それでどんどん好きになっていったんです。クリシュナ、自分の気持ちをごまかしていたんじゃありません。私はアフランシの役に立ちたい、役に立てれば幸せだ、そう思ってました。好きとか嫌いとかそんなこと考えもしませんでした。考えちゃいけないって無意識のうちに自分の心を抑えてたんです。でも今だけはこうしていてください。分かったよ、クリシュナ。それで君の気が済むなら、いや、こんな言い方は君に失礼だな。僕は時々ひどく無神経なことを言ってしまう。許してくれ。いいんです、私こそ無神経なんです。アフランシがエヴァリーのことで思い悩んでるのにこんなことして。ごめんなさい、私どうかしてたんです。ごめんなさい。クリシュナ、なんだ？敵襲だ！今日からマンマシンらしき飛行物体が急速接近中。戦闘要員以外はエアフォースファーストセカンドに急げ。マドラス船長。ミランダ、すまんがテントに残ってる負傷者の収容を手伝ってってくれ。分かった。ミシェル、
エアウォッチファーストの発進準備急げよ。はい。船長、マハですか？ジョー、ケラー、マンマシンで出ろ。了解。マハめ、ゆっくり休む暇もあるしね。ケラー、エアフォースを守るのはガイアス部隊に任せて、俺たちは敵を迎撃しよう。分かった。メイさん、敵襲で起きて。うるせえな。俺の知ったことか。メイさん、レイ、出撃したいんなら俺のドハディ貸してやるぜ。ああ、分かった。貸してもらうよ。あんたここで好きなだけ寝てるといいや。何力んでやがんだ。付き合ってられねえな。さあ、しっかりして。あなた手を貸してあげて。はい。エアフォースセカンドはもういっぱいだからファーストに運び込んで。わかりました。ミランダ、どこに行っていたの？ジョーたちは出撃したわ。そうか、僕もガイアギアで出る。ミランダ、クリシュナを見なかったか？見てないけど。何？いや、いいんだ。ミランダも早くエアフォースに乗ってくれ。敵のマンマシンは全部で6機か。なんだこのプレッシャー。間違いない、ウルウリアンだ。ウルが来ている。ガウスサ部隊、聞こえるか？お前たちは敵マンマシンをおびき出すだけでいい。あとは俺がやる。了解。アフランシシャ、待っていろよ。今度こそ決着をつけてやる。エアフォースファースト発進準備完了。よし、発進しよう。待って船長、クリシュナがまだ来てないわ。クリシュナ？セカンドの方に乗ってるんじゃないのか？クリシュナ、遅いぞクリシュナ、どこ行ってたんだ？まあいい、早く次につけ。はい。何かあったの？いえ、アフランシはガイアギアは出たんですか？ええ、ついさっきね。そうですか。アフランシ。何今の？誰かが私の名前を呼んだわ。来たぞケラン、ミサイルだ。分かってる。そんなもんだ。全部叩き落としてやったぜ。油断するな、マンマシンが来るぞ。ブロンテクスターか。叩き落としてやるぜ。なんだあのブロンテクスター、動きが速い。こっちの動きを読んでるみたいだな。キラン、俺に絡むな。突破されちまったぞ。エアフォースが危ない。アフランシ、そっちにブロンテクスターがいたぞ。あのブロンテクスター、ウルウリアンだな。落ちろ。なんて動きだ。ビームを避けた。体当たりする気か？どうしたフランシシャ、居眠りでもしているのか？ウル、マンマシーンの空母は2機残ってるのか。クリシュナも乗っているな。それがどうした？空母を1機だけ沈めてやる。運が良ければクリシュナは生き残る。何？ウル、待て！上空より敵マンマシン接近。ブロンテクスターが突っ込んできます。バリアだ。ガイアス部隊は何やってる？あのブロンテクスター、ウルだわ。何？
ガイアス3機撃破されました。マリアだ、急げ。出力出ません。ダメだ。なんとかしろ。船長、エアフォースセカンドがやられたか。ガンサが急速接近。ダメか。なんだ。ガンサ撃破しました。何やってんのさ。発進しないのかい。レイ、お前がガウスを落としたのか。ド派手でエアフォースを守ってくれ。この状況じゃ発進できそうにない。了解。ウルメ、エアフォースセカンドを撃破するとは。そこか。ダメだ、ビーム当たらない。アフランシ、無駄だ。アフランシ、どけ。そいつは俺がやる。ジョー、やめろ。そのまんまシは普通じゃない。来たか、うるさいハエめ。欲望。また避けられた。ビームライフルを発射するタイミングが分かっているのか。なぜだ。まさか。ニュータイプのパイロットは敵のワンマシンが放ったビームを発射する瞬間に察知する。ウルもニュータイプだというのか。サイコミシステムはパイロットの脳波を増幅させてマンマシンに送り込む装置です。頭で考えるだけでマンマシンがコントロールできるって言われています。サイコミシステム。この奇妙な感覚。そうか、サイコミシステムによって拡大されたウルの波動だ。ウル、サイコミを使ってるな。よく気がついたな。このサイコミのおかげで俺は貴様と対等になった。いや、それ以上だ。サイコミシステムは人間の持つ潜在能力を最大限に引き出す。危険だ。普通の人間がサイコミを使えば精神が破綻してしまうぞ。貴様の知ったことか。ウル、アフランシー、お前が本物のニュータイプならエバリーが今どこにいるかわかるか。何？エバリーはマハゲイジスにいる。ダーゴル大佐のところにな。そんな、嘘だ。エバリーはメタトロンが地球に降りるという噂を聞いてヨーロッパに来た。お前に会いにな。だがマハに逮捕された。嘘をつくな。エバリーの悲しげな声が聞こえないのか？お前、それでもニュータイプか？ウル、アフランシー、ここで仕留めてやる。ファンネルの餌食になれ。ファンネル？ファンネルとは脳波でコントロールするビーム兵器のことだ。避けられるか？ファンネル、行け！なんだ、小型のミサイルか。落ちろ、ニュータイプ名。ファンネル、ヒット！ああ！ガイアギア撃墜されました。無線通じません。何？アフランシ、クリスの待ちなさい。どこに行くの？レイ、ガイアギアが落とされた。助けに行ってくれ。了解。アフランシ、死なないで。アフランシ。クリシュナ、どこに行く気だ？話して。アフランシを助けるのよ。アフランシがどうしたんだ？死んじゃう。アフランシが死んじゃう。おっしゃ。ガイアギアが墜落したのはあの森の中だな。ええ。アフランシ、聞こえるかい？アフランシ、応答しな。こんなことでくたばるあんたじゃないだろう、アフランシ。冷静
セリアスを舐めるんじゃないよ。目障りだ。貴様などファンネルを使う価値もない。ビームライフルで十分だ。落ちろ。逃げたか。まあいい。さてアフランシだが、どうしたアフランシ？反撃してこないのか？ガイアギアが故障したのか？それならコックピットをこじ開け引きずり出してやる。ブリアン。アフランシ、まだ生きているようだな。おい、クリシュナ、戻れ。クリシュナ。ブリアン、生きてたのね。クリシュナ、俺が爆撃した空母には乗っていなかったようだな。やはり君は運がいい。クリシュナ、こっちに来るんだ。ちょっとでもマニピュレーターに力を入れれば君の体など簡単に潰れてしまうぞ。やりなさいよ。潰したければ潰しなさい。君を殺すわけないだろう。君は俺の幸運の女神だ。クリシュナを離せ。うるさい。さあクリシュナ、一緒に来てもらおうか。クリシュナを離せ。アフランシ、お前を殺そうと思ったがやめておく。クリシュナと引き換えにお前を助けてやる。何？悔しいかアフランシ。だが今のお前にはどうすることもできない。俺はお前から一つずつ奪っていく。そして最後はお前の命をいただく。アフランシ、楽しみにしておけ。なんだよアフランシ、どうしてクリシュナ連れて行かれちまうんだよ。アフランシ。ウリアン、僕は負けた。ミシェル、エアフォースの高度をもっと落とせ。マハに発見されるぞ。これでギリギリです。これ以上下げると森の中に突っ込んじゃいます。危険は承知だ。今攻撃されたら俺たちは手も足も出ないんだぞ。わかりました。もう少し高度下げます。索敵の方はどうだ？近くに飛行物体はありませんが、ミノフスキー粒子はずっと戦闘濃度のままです。敵がこの近くでミノフスキー粒子をばらまいてってことか。出くわす可能性はあるな。船長、どうしてマハは途中で引き上げたんですか？奴らその気になればこのエアフォースだって沈められたはずですよ。本当にクリシュナを拉致するのが目的だったんですかね？わからん。だがウルはガイアギアを落としただけでアフランシにはとどめを刺さなかった。クリシュナが目当てだったとしか思えん。クリシュナどうなっちゃうんでしょうね。さあな、今となっては捕虜として正当に扱われることを祈るだけだ。マドラスだ。船長、マンマシンデッキに来てください。ジョーとメッサーが殴り合いの大喧嘩です。なんだ？メッサー、ジョーやめろよ。
構うな。やらせとけ。戦闘にも参加しなかった奴が大きな口を叩くな。偉そうに。てめえもウルに落とされたんだろうが、もうちょっとマシな戦い方してやクリシナはさらわれずに済んだんだぜ。お前は目の前にいて何をした？指をくわえて見ていただけだろう。お前にできるのは力ずくで女を物にすることぐらいか。何してる？二人ともやめろ。喧嘩の原因は何なんだ？こいつが絡んできやがったのよ。大好きなクリシナちゃんがさらわれたんでカリカリしてんのさ。メッサー！もういい、やめろ。本当なら自習室に叩き込み反省させるところだが、今はこんな状況だ。二人とも持ち場に戻れ。さあ早く行け。分かったよ。マドレス船長、あんな男をメタトロンから叩き出すべきです。おいジョー、随分なものの言い方じゃないか。あんたクリシュナを守れなくて自分に腹を立ててるんだろ。だからって人に当たるのはやめな。何？ジョー、例の言う通りだぜ。俺たちはみんなウルに負けたんだ。そいつは素直に認めなくっちゃな。俺はまだ負けちゃいない。今度会ったら絶対にウルを倒してやる。みんな何ぼさっと突っ立ってる。持ち場に戻れ。猫の手も借りたいって時になんてざまだ。仕方ないですよ、みんな気が立ってるんだ。ケラ、マンマシンの状態はどうなんだ？最悪ですよ。まともに使えるやつは一機だって残っちゃいない。ガイアギアは？装甲の損傷がひどいけどユニット交換すればなんとかなります。そうか、それはよかった。ガイアギアはメタトロンのシンボル的なマンマシンだ。潰すわけにはいかん。船長、ガイアギアを落としたブロンテクスターはサイコミシステムを使ってたみたいです。サイコミシステム？アフランシがそう言ってるのを味方のパイロットが傍受してるんです。ウルのやつ、ファンネルを使ってガイアギアを仕留めたんですよ。ファンネルって脳波でコントロールするっていうビーム兵器のことか？差し物赤い彗星も避けきれなかったってわけです。ウルはいつでもアフランシを殺せると思って、それでクリシュナだけさらっていったんじゃないですか。なぜそんなことをするんだ？俺たちに対する面当てですよ。ウルって男のやりそうなことだ。そうか。いやしかしそれが事実ならクリシュナのおかげでアフランシは命を救われたってことになる。そう思いたいとこですね。そうでなければクリシュナがかわいそうだ。アフランシの具合はどうなんだ？怪我は大したことない。まだ医務室で眠ってると思うが、ミランダが付き添ってる。何なんだあのミランダって女。なんていうか、アフランシにとっておふくろさんみたいなものかな。ミランダがいてくれてよかったよ。彼女ならアフランシを力づけてくれるはずだ。お前が本物のニュータイプだ。エヴァリーがどこにいるか分かるか？エヴァリーはマハゲイジス。ダークの大佐のところになる。もちろんニュータイプでファンネルきっと。今のは夢か。アフランシダメよ、起き上がらないで横になりなさい。ここはどこだ？エアフォースファーストの中よ。クリシュナはどうしたんだ？落ち着いて。クリシュナはウルにさらわれたのよ。そうか。ウル、なぜだ？なぜあれほどクリシュナにこだわるんだ？愛しているのかも。クリシュナ、まさか。そういう愛の形もあるわ。それはおかしい。歪んでるよ。そんなのは愛じゃない。そうね。まるでおもちゃを欲しがる子供のよう。
満たされない愛情のはけ口を求めているように思えるわ。多分ウルは小さな頃に十分な愛を与えられずに育ったのね。クリシュナが自分を満たしてくれる。ウルは本能的にそう思ったんだろうか。だから最初に貨物船で出会った時からウルはクリシュナに執着した。アフランシ、クリシュナのことを思い悩むのはやめなさい。済んでしまったことよりもこれからのことを考えるべきよ。クリシュナも愛に飢えていたんだ。それなのに僕は彼女の気持ちを思いやる余裕がなかった。僕は今まで自分のことばかり考えてきたような気がする。そんな風に思えるのがあなたの優しさなのよ、アフランシ。さあ、今はお休みなさい。明日からまた戦いの日々が始まるわ。捕虜の様子はどうだ？は、異常ありません。取り調べを行う。は、どうぞ。ウル。なんだクリシュナ、起きていたのか。ここはどこなの？マンマシーン支援用の戦車の中だ。我々はビューシングナッグと呼んでいる。ビューシングナッグ。マンマシーンのための動く整備工場といったところかな。1台で3機のマンマシーンを整備できる。ビーム砲やミサイルランチャーも装備していて、前線基地としての役割も果たしている。マハゲージスに積み込んで地球に下ろしたの？ああ、30台ほど積み込んだかな。マハは万全の準備をして地球降下作戦を開始したんだ。よかったら後でビューシングナッグの内部を案内しよう。敵の私に手の内を見せてもいいの？構わないさ。もう君はメタトロンには戻らない。私をどうするつもり？さあ、どうするかな。君を捕虜にするつもりはなかったが、ほんの気まぐれでここに連れてきた。しかし後から考えると君はここに来てよかった。どういう意味？君は衝動的にアフランシに愛を打ち明けた。だがアフランシは君の愛を受け入れなかった。ウル。そんな顔をするな。君はここに運び込まれてきた時気絶していてね、なかなか目を覚まさなかった。ちょうどいいから手当てしながら自白剤を注射したのさ。自白剤？いろいろと聞かせてもらったよ。君の生い立ちについてやアフランシに対する思いなどをね。自白剤を使って無理やり喋らせたのね。なんて破廉恥なの。気絶してる私を裸にしたのと同じじゃない。ああ、そうさ。君の全てを知りたいと思ってね。かわいそうなクリシュナ。君は家庭の愛に恵まれなかったらしい。君を捨てた母親を今でも恨んでいるのかい？気が済むだけ殴ればいい。だがこれだけは覚えていてくれ。君に愛を与えられるのはこの俺だけだ。何を言ってるの？ふざけないで。クリシュナ、君は安息の場所を求めてメタトロンに入った。だが君の寂しい心は満たされなかった。勝手に決めつけないで。貨物船で君と出会った時、君は俺に言ったな。貧困を作り出す社会体制を変えたいと。その気持ちは今も変わってはいないな。もちろんよ。だったらマハに参加しろ。スペースコロニーを変革し、地球を環境汚染から救う。メタトロンもマハも目指すところは同じだ。違うのはメタトロンは敗北し、マハは勝利するということだ。クリシュナ、君は勝利する側に加われ。メタトロンは負けない。アフランシは負けないわ。アフランシは君すら守ることができなかったんだぞ。そんな男が世直しなどできるもんか。できるわ。クリシュナ、落ち着いて話し合おうじゃないか。時間はたっぷりあるんだ。なんだ？セイバー少尉のブロンテクスター部隊が到着しました。レイラが来たのか。
エラ、こっちだ。ウル。エイラ、久しぶりだな。地球には慣れたか。先発部隊の中で大活躍してるんだろ。そんなことよりウル、あんたサイコミを使ってるって話。ウルがサイコミを？なんだ、誰に聞いた？誰だっていいから。ウルがサイコミを？じゃ、アフランシが負けたのはサイコミのせいなんだ。でもサイコミを使い続ければウルは。ねえジャック、見て。ほら、大きな湖があるわ。ああ、あれはパリ湖だ。この湖を越えればヌーボパリがある。どうやらこの戦艦の目的地はヌーボパリだな。私どんどんアフランシから離れてしまうのね。エバリー、元気を出して。アフランシがニュータイプなら君の存在を感じてくれるはずだ。どんなに離れていても君がこうして無事にいることを分かってくれるさ。分かんない方がいい。私アフランシの邪魔をしたくないの。エバリー、君は優しい子だな。私があと20歳若ければ君を放っておかないんだ。やだ何なの？ジャック見て、マンマシンが飛び出してくわ。すごい数だな。この戦艦のマンマシンを全て出してるのか。ミスター・ブルーム、ご機嫌はいかがですか？ダーゴル大佐、あのマンマシンは何のつもりだ？戦争でも始める気か？気づきませんかミスター・ブルーム。歴史が大きく変わろうとしているのです。歴史が変わるだと？あなたにはその現場に立ち会っていただく。伝説の活動家ジャック・ブルームにはその資格があります。ダーゴル大佐、君はまさか。ジャック、どうしたの？いや、まさかマハがそこまで思い切ったことやるとは。なぜマハが地球に降りたのか、間もなくわかります。これほどの見せ物はめったにないでしょうが、ゆっくりとお楽しみください、ミスター・ブルーム。エアフォースファースト着陸完了。よーし、ここなら周りの山が邪魔になって発見されずに済む。だが油断するなよ。いつでも発進できるようにしておけ。分かってます。マドラス船長。アフランシ、もう具合はいいのか？ああ、心配かけてすまない。気にするな。歩けるんなら外に出てみるか。なあ、アフランシー。こんな山の中にいるのに鳥や昆虫が少ないとは思わないか？ああ、そういえば鳥の鳴き声が全然聞こえないな。ここら辺の樹木はまともに見えるがほとんど枯れてるんだ。こんな風にな。どうだ、足で蹴っただけで簡単に倒れただろう。地面が化学物質で汚染されてるんで根っこの部分から枯れてるのさ。だから虫や鳥も住まないのか。なあフランシー、今地球に人類が逆移民することがどんなに危険なことか分かるだろう。見た目ほど地球の汚染は改善されてないんだ。だから何としてもマハの野望をくじかなければならない。そのためにはアフランシ、お前が頑張らなくちゃダメだ。そう言いたいんだろ。まあな。ありがとうマドラス船長。船長はいつも僕を勇気づけてくれる。アフランシー。おい待て。なんだ？どこに行く？船長、戻ろう。どうした？何があったんだ？脱走です。クロス安全部隊の奴らが脱走しました。脱走だと？なんてこったこんな時に。追っ手を出しますか？追っておけ。行きたい奴は行かせればいい。
メタトロンに勝ち目がないと思ったんだろう。気を引き締めていかないとこれからあんな奴がゾロゾロ出てくるぞ。マドラス船長、アフランシ大変よ、すぐにブリッジに戻って。ミシェル、どうした？ああ、船長、この通信を聞いてください。ヌーボパリのラジオ放送をキャッチしました。なんだ？クーデターだと？どういうことだ？スペースマハがクーデター？ダーゴル大佐が地球連邦政府を手に入れたというのか？